こんにちは、リットです。今回の動画は WPL ジャパンのカスタムパーツ C シリーズメタルアクスル専用リフトアップスペーサーセット 4mm のご紹介と実際の組み込みまでですね、やってみたいと思います。車体のリフトアップをですね、何かしらの方法でしたいなと思っていらっしゃる方はですね、その手段の一つとして、ぜひ参考にしていただければと思います。まず、ものとしては、こういう感じですね。このスペーサー、こういう、これアルミでできてるんですけど、このスペーサー、あとは、この、ネジですね。ネジが、それぞれ9個ずつ入ってます。使うのは8個なんですけど、1個は予備でという形で、それぞれ9個ずつ入ってると。で、このものもシンプルなんですけど、リフトアップされる、理屈の方もですね、そちらももうとてもシンプルで、いくつかあるリフトアップの方法の中では、おそらく一番簡単でシンプルな方法なんじゃないかなと思います。今回ですね、この C34 を例にやるんですけど、この C34 だけじゃなくて、もちろん C1424 系でも、使うことができます。一応 D シリーズもリアだけは、つけようと思えばつけられるんですけど、リアが 4mm、車高が上がるだけなんで、いわゆる尻上がりみたいな状態になってしまうので、そこは良し悪しあると思いますので、基本的には C シリーズ用と考えていただければいいのかなと思います。で、原理としてはですね、このアクスルがありますね、ここに。こうアクスルがあって、で、ここにアクスルトラスっていうのがありますね。このパーツ。で、このパーツを分解したり組み立てたりしたことがある方はわかると思うんですけど、このアクスルトラスっていうパーツに4つのネジでこのアクスルが止まってるんですね。で、この間にこの 4mm のスペーサーをかますと。それで単純にですね、4mm、ここがかさ増しされる状態になりますので、車高が 4mm 上がる。そういう仕組みですね。で、今回この C34 に組み込んでいきますので、もうちょっとバラしてですね、バラした状態の方が説明もしやすいので、ちょっと今からこれバラして、若干繰り返しになるんですけど、ここにかませるんですよっていうのを説明させていただきつつ、もう組み込みですね、をやっていきたいと思います。一応、車高目安でですね、変化どんな感じするかっていう、単純にほぼほぼ 4mm 上がるだけにはなると思うんですけど、一応、このフロントで目安として測っておきましょうか。今この地面からフロントフェンダーのこの部分ですね。この部分を測ると、ほぼほぼ 85mm ですね。85mm からどんな風になるかっていうのを見ておきたいと思います。一応、同じだと思うんですけど、リアも測っておきましょうか。リアは77ですね。フロントが85、リアが77で、じゃあちょっと実際に作業ですね、やっていってみたいと思います。もうこの辺は皆さん大丈夫だよ、分かってるよって方が多いと思うんですけど、一応 C34 の場合はボディですね。外すのに、ここと、ここと、ここですね。ここと、あと、ここですね。この3箇所だけですね。ボディに関しては。こう外せば、そしたら、あとはこの爪を外すだけですね。ここと、ここですね。じゃあ、ちょっと、あえてリアを、すごいわかりやすいと思うんで、リアはシンプルなんで。リアを車体にアクスルトラスは残したまま、もうこのネジ4本ですね。このネジ4本を外すだけで、ちょっとアクスルですね、取り外して、ちょっと説明をさせていただきたいと思います。ここですよね。ここの1、2、3、4。この4本を外すだけで、ちょっと今作業をしてます。で、メタルアップグレードパーツがついてる状態だと、これですよね。これが外れてくると思います。で、こちら側も外すと、このアクスルがですね、こう下に、この状態ですね。こんな感じで、下にガバッと外れると思うんですよ。で、ここにですね、この
このスペーサーを、ちょっと一旦ネジそのままでやっちゃいますけど、こんな感じでかますっていうことですね。で、ネジが4本あるんで、このリアだけで言うと、ネジ4本に対してスペーサーを4つ使って、この4ミリ分ですね、こうかさ増しするっていう感じですね。じゃあちょっともうこのまま付け替えちゃいますね。で、もともとついていたビスは当然全部外します。長さが足りなくなってしまうんで、4ミリスペーサーが入るっていうことは、ネジも4ミリですね、長くしてあげないといけないということで、長めのネジがですね、当然付属してるんですが、今回それがこのキャップスクリューっていう、この六角で回すやつ、ちょっと今回あえてですね、カッコつけてこっちのネジにしたんで、ちょっと六角じゃないと回せないっていうところはご注意ください。はい、じゃあこのネジをそれぞれ4箇所ですね、こうはめていって、今回ちょっと説明しやすいかなと思って、このネジ4本だけで交換してますけど、実際はですね、作業されるときは、この辺もうちょっとばらして作業された方がやりやすいかなと思います。で、ここですね、ここにこのスペーサーを入れて、それから4箇所全部ですね、4箇所全部にスペーサーを入れつつ、またここを元に戻すと。ちょっとこれ、このままだと映しながらの作業ちょっと難しいんで、ちょっとカメラ外になっちゃうと思いますけど、ちょっとやってみますね。そうですね、やっぱりこれ、一旦外した方が作業はしやすいと思います。ちょっと今回このままやっちゃいますけど、こんな感じで、スペーサーですね、4箇所全部に入れて、で、ここをそのまま通すと。で、またこれですね、これも当然そのまま元に戻しつつ、スペーサーも入れつつ、組み立てていくと。このある程度ばらさずにそのまま付け替える場合は、ここは2ミリのボールポイントってやつですね。この先がボール状になってる、こういう工具を使うとやりやすいですね。はい、じゃあ4箇所それぞれまた締め直したんで、これでリアはもうこれで完成ですね。こんな感じで、これが最初にいろいろ説明するよりも、これが一番わかりやすいですね。もう、ここに4ミリがかまされた状態なんで、この辺見ると分かりやすいと思うんですけど、隙間が空いてますよね。この分、アクセルが4ミリ下に下がってるんで、当然、実際に地面に置いたときは、シャーシがですね、4ミリ上に上がってる状態になるということですね。はい、じゃあ、あとフロントも、つけていくんですが、フロントも作業は同じなので、動画自体は飛ばしちゃいますね。はい、じゃあちょっと飛ばしちゃいましたけど、一応タイヤをつける、ちょっと見やすい状態で、ここですね。もう全然、もちろんフロントも一緒なんですけど、ここにですね、スペーサーを4箇所かましたという感じになってます。じゃあ、あとタイヤつけちゃいますね。はい、じゃあ、タイヤも戻しましたので、あとボディですね。ボディもつけてみます。はい、ボディも戻しました。もう見るからに上がってますね。ちょっと画面だと分かりづらいかもしれないんですけど、僕はこう生で見てる状態だと、つける前とつけた後で、明らかに、車高上がったなっていう風に分かるぐらい変わってます。じゃあちょっと測ってみますね。じゃあ一応こんな感じちょっとストロークさせてですね、自然なフリーな感じの状態にして、やっぱりそうですね。一応ちょっと実測で測った感じだと90ミリ。フロントが90ミリで、リアが83ですね。83なんで、なんて言うんでしょう。本当にちょうど4ミリ上がったかっていうと、この正直ストロークの収まり具合にもよるんでっていうのはあるんですけど、おおむね4ミリのスペーサーをかましたから、4ミリから5ミリぐらい上がって、これ今ちょうど4ミリになったな。89なんで。はい。なんて言うんでしょう。どう考えても、ここに4ミリかました以外、何も変わってないんで、理論上はちょうど4ミリ上がるよねっていう、ところにはなると思いますので、こんな感じでですね、かなり理屈としてもシンプルですし、組み込むパーツ自体、あと組み込み方も非常にシンプルなんで、誰でも結構手軽にですね、簡単にリフトアップができるんじゃないかなと思います。ただ、改めて注意点としては、
メタルアップグレードパーツセットを組み込んである車体ですね。その車体に適用できる、使えるパーツということになりますので、その点だけですね、ご注意ください。一応ノーマル車体でも何かしらのビスですね。ビスだけ用意できれば、このスペーサーをかませば、リフトアップできないことはないんですけど、今回ちょっとご用意させていただいている、同梱させていただいているビスがですね、メタルアップグレードパーツセットにしか対応していない、この通常のビスですよね。で、ノーマルのビスは、タッピングビスって言って、このビスとはまた違う、目が粗い樹脂用のビスになりますので、今回このビスをノーマルに使うことはできないんで、その点だけご注意ください。はい。というわけで、今回ですね、C シリーズでメタルアップグレードパーツセットを組み込んである車体であれば、どんな車体でも、このスペーサーですね、単純にこのスペーサーをかますだけで、車高が 4mm ですね、上げることができるというパーツのご紹介でした。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。